本日もズーガイドにご来園ありがとうございます。本日は江戸川区自然動物園のブラウンケナガクモザルさんたちを動画に収めました。ぜひ最後までご覧ください。ブラウンケナガクモザルはクモザルの仲間です。中南米のコロンビア北部からベネズエラにかけての熱帯雨林に暮らしていて、ほとんどの時間を木の上で過ごす典型的な樹上性の猿です。日本では宇都宮動物園、大宮公園小動物園、江戸川区自然動物園の3つの施設で見ることができます。この猿は国際的な保全評価である IUCN レッドリストにおいて最も高い危険レベルである絶滅危惧 1A 類に指定されています。今まさに野生での存続がとても心配されている動物です。主な原因は森林の減少や生息地の分断で暮らす場所が少しずつ失われていることにあります。ブラウンケナガクモザルを含むクモザルの仲間は全体としてもゆっくりとした繁殖のペースを持っています。子供は生まれてから1から2年ほどで母親のミルクから離れますが、その後すぐに独り立ちをするわけではありません。成長はゆっくり進み、4から5歳くらいで体としては大人に近づき、繁殖できる年齢になります。しかし、実際に子供を産むのは、さらに後の7から8歳頃になることが多いとされています。さらに特徴的なのは出産の後です。クモザルの母親は子供を育てながら長い時間をかけて次の繁殖の準備をするため、次の子供を産めるようになるまでに3から4年ほどかかります。一生のうちに多くの子供を持つというよりも、時間をかけて少ない子供を大切に育てるタイプの繁殖戦略をとっています。妊娠期間はおよそ230日ほどで、基本的には1頭の赤ちゃんを産みます。双子などは稀だそうです。このように数をたくさん増やすのではなく、一つ一つの命に多くの時間とエネルギーをかける生き方をしています。一方で、このようなゆっくりした繁殖には弱点もあります。もし個体数が減ってしまった場合、
元の数に戻るまでにとても長い時間がかかってしまうのです。環境が悪化し続けると、回復する前にさらに減ってしまう可能性もあり、とても繊細なバランスの上で生きている動物だと言えます。生息地は高い木々が生い茂る熱帯雨林で、特に林の上の方の林間と呼ばれる場所で生活しています。そこは果実が多く、外敵も比較的少ないため、クモザルにとって大切な生活の場になっています。彼らの体の大きな特徴は、非常に器用で長い尾です。この尾は単なる飾りではなく、まるで第五の手のように使われます。枝に巻きつけて体を支えたり、ぶら下がったりすることができ、移動の時にも大きな助けになります。尾の先端には感覚のある部分もあり、細かいものをつかむような動きも可能です。また、クモザルのもう一つの特徴として、親指がほとんど目立たないほど小さいことが挙げられます。これは枝をつかむというより、引っ掛けて移動する生活に適応した結果だと考えられています。食べ物の中心は果実で、全体の8割以上を占めるほどです。その他にも若い葉や種子、花の蜜、昆虫なども食べながら、季節や環境に合わせて柔軟に食性を変えています。およそ30頭ほどのグループで生活していますが、いつも一緒に行動しているわけではありません。果実が分散しているため、採食の時には数頭の小さなグループに分かれて動くことがよくあります。また、この猿の社会は少し特徴的で、オスは生まれた群れに残り、メスは成長すると別の群れへ移動する父系社会と呼ばれる仕組みを持っています。そのため、オス同士のつながりが強く、日常的に毛づくろいをし合うことも多く見られます。一方でメスは、それぞれが比較的独立した行動範囲を持ち、互いに強く干渉しない生活をしています。飼育されている個体では、野生ではあまり見られない行動も観察されます。地面に降りてゆっくり歩いたり、日向でくつろいだり、尾を器用に使って体を支えながら遊ぶ様子も見られます。時には尾で
枝やワイヤーにぶら下がり、くるくる回るような動きも見せます。ブラウンケナガクモザルはとてもゆっくりとした繁殖と驚くほど器用な尾、そして樹上生活に特化した体を持つ非常に繊細で魅力的な霊長類です。そして同時にその生活の特性ゆえに環境の変化にとても影響を受けやすい存在でもあります。樹上で暮らす霊長類ほど全身の動く範囲が広く、肩周りの骨の動きも大きいと考えられています。研究ではヒヒ、ニホンザル、オマキザル、クモザルの生態を対象に肩周りの骨の形と動きを比べました。個体に対して3次元計測を行い、腕や肩の位置を少しずつ変えながらデータを集めました。さらに CT 撮影で骨の形を詳しく調べ、それらを組み合わせて肩周りの立体的な動きを再現しました。その結果、ヒヒやニホンザルでは腕を前から上へ上げていくと、およそ体の真上あたり180度程度までしか動かすことができませんでした。一方でオマキザルではそれよりもさらに上まで腕を上げることができ、クモザルでは頭の後ろ側に回り込むような約270度ほどの大きな動きが可能でした。こうした違いは肩甲骨や鎖骨の形や位置の違いによって生まれていました。ヒヒやニホンザルでは骨同士が動きの途中でぶつかりやすく、腕の動きが制限されていました。特にヒヒでは鎖骨の動きがややまっすぐで、肩の動きにあまり余裕がない構造になっていました。それに対してクモザルでは鎖骨が緩やかにカーブしていて、体の形に沿うように動くことで無理なく大きく腕を動かすことができていました。肩周りの骨の形の違いがそれぞれの猿の腕の動きや樹上や地上といった生活の仕方の違いにつながっていることが分かりました。クモザルは進化の系統で見ると類人猿とはかなり離れたグループに属しています。けれどもその動き方には類人猿と
少し似ているところもいくつか見られます。例えば、クモザルはとても長い尾を上手に使いながら、前の手で枝にぶら下がるようにして移動します。このような動きはセミブラキエーションと呼ばれています。これはオランウータンがゆっくり枝につかまりながら移動する様子や、テナガザルが腕を振って移動するブラキエーションとどこか共通する部分があります。また、最近では野生のクモザルが体をまっすぐに起こし、膝をほぼ伸ばしたまま歩くような二足歩行を見せることも報告されています。こうした膝をしっかり伸ばした歩き方は人間の特徴的な動きでもあるため、とても興味深いとされています。これまでの研究でも、クモザルの前肢の形は類人猿の腕の使い方と似た機能的な特徴を持つことが指摘されています。また、腰の骨の一部にも類人猿に近いような構造が見られる可能性があるとされています。さらに、筋肉の働き方や地面から受ける力の分析からも、クモザルと人、チンパンジーの間には動きの面でいくつか共通する点があることが分かってきています。このようにクモザルは進化的には離れていながらも、動き方という視点で見ると類人猿とつながるような興味深い特徴をいくつか持っている霊長類だと言えます。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。いつもコメントくださる皆様もありがとうございます。また次の動画も楽しみにお待ちください。